もやもや探検。はい。では今日はもやもや探検コーチ養成スクールの京子さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では京子さんがもやもや探検コーチ養成スクールに参加しようと思った理由を教えてください。はい、私は本当もやもや探検もやもや探検スクールに出会った時ってちょうど本当にもう他人軸でずっと来ててマックスに辛い時だったんですね。で、実は一回ちょっと横に置いといた期間が3ヶ月ぐらいあったんです。そうなんや。そう、ルーさんの広告を見て、めっちゃ気になると思って、私も人と時間と人と場所に縛られない生き方本当はずっとしたかったと思って、もう YouTube とかチェックしに行ったんだけど、まあ難しいよなと思って一回横に置いたんですけど、やっぱり3ヶ月後に戻りまして、でそう本当に無意識なところで他人軸で生きてたんだなっていうのを本当もう分かって、でそんな感じです。他人軸で生きてたってことで分かったんで、もう入って、もう自分でそれこそ自分を幸せにしないといつまでも辛いんだなっていうことがあったんで、でもルンさんの生き方見てたら、もう直感っていうんですかね、もうこれでしょって本当に思ったんですよね。でその3ヶ月の横に置いてた間にも心と行動を一致させていくっていうニュアンスの言葉をずっと頭に入ってきてて、いろんなところから。で、ただそれをしても、また元の不安、もやもやですよね、もやもや探検でいうもやもやが出てきて、そこでやっぱり自分責めとかに戻っちゃってっていう癖が今までの癖があったんですけど、なんかね、もやもや探検だとそれをもう自分で思考を選べるっていうところが、これだと本当に思ったんで戻った戻りました。その京子さんが見つけてからなんか私には難しいって思ったのは、難しいっていうのは何が難しいって思ったんですか？なんかそのもやもや探検っていわゆるセミナーって思ってたんですよね。で、私今までセミナージプシーだったんで、いろんなセミナー受けてきたけど、その受けた直後はって思って気分が晴れるけど、しばらくするとまたってどうしたらいいんだろうみたいな、そういう人だったんですよね。だからもやもや探検を受けてもまた元のように戻ってしまうのはちょっとなったら嫌だなっていうもやもやがあってだからきっと難しいんだよな、変わるのはって思ってで、あとなんかどうせ高いんだろうなとか4ヶ月っていうコースがあるから、その置いといた3ヶ月間も別の講座を受けてたんですね。でそこでもやっぱりいろいろ気持ちの変化が、例えばマイナスだったところから、ゼロに戻れたっていう感じだったんですけど、もうちょっとまたここで立て続けにと思ってなるほど。じゃあそういう心の状態だった京子さんですが、もうちょっと具体的に言うと、どういう今までの京子さんのその生まれてきてからそのスクールに入る前までの心の状態って具体的にどんな感じだったんですかね？ですね、ちょっと変わってたのかわかんないんですけど、もうそれこそ子供の頃から保育園に行くこととか小学校に行くことがすごく苦しかったんですよね。別にお母さんと一緒にいたいとか、それは保育園の頃あったんですけど、小学校にいて朝校庭に出てみんなで遊んでる時も、なんで6年間も学校に来なきゃいけないんだろうって端っこで考えてたりとかしてる時もあったんですよ。別にこれやりたいことじゃないのになみたいな。すごい。でも別にその子供だし何も経験ないからそこをね切り抜けるっていう方法がわからないし、とりあえず巻かれるしかなかったというか、長いものに巻かれてたんだ。そう今だったらその学校行きたくないっていうのを尊重してくれるね考え方とかお母さんとかいると思うんですけど、うちはもうそんなの絶対ダメ、学校行きなさいとか、そういう考え方が一般的な家だったんで、
で、まあ、もう巻かれることに慣れてて気がついたら、まあ、こじれ、ねじれ、他人軸っていう。それで他人に、まあ、他人の言うことを守る、まあ、言うことを聞くっていうか、その規則にこう、乗っ取って、まあ、生きていれば、いいんでしょみたいな感じで、正解は他人に委ねてたみたいな、そういう感じです。責任に委ねてた。そうなんだ。でも、頑張れない人だったっていうか、そこに乗っ取っていくことになかなかこう続けていけない人だったんですよね。なるほど。それでその転職とか移住を繰り返したってことですか？そうですね。そう。なんだろう。同じ場所にずっといることがやっぱりなんか無意識だったから、その他人軸に生きてるっていうのが、真面目に働くことはできてたんですよ。いつも職場辞めるときは円満だったし、行っちゃうのみたいに毎回言ってくれてたんですけど、でももうなんだろう、もう多分あれでしょうね、この抑えられてる自分がもうやめてくれないからって、多分マックスで多分2年とか3年でいつもマックスなんですよ。それでちょっと一旦自由になって、まあ、ニートやったり1ヶ月旅したりっていうことでまた就職してっていうのの繰り返しでした。就職っていうか、まあ、アルバイトとかパートとか。だからずっと放浪ですね。それでなんかそういう生活が嫌だなと思ったから、もやもや探検校調整スクールに参加しようと思ったってことですか？生活は実は嫌ではないんですよね。やっぱこう、行きたいところを選んで移住っていうのはしてたので、ただ、これでいいんだろうかとか、一生このままなんだろうかとか、なんかこう、悩むわけですよね。みんなこう家庭を持って、なんか帰る場所があって、で私はどうしたいんだろうなと思って、でもなんか結婚願望とか全然ない人だったんでだから私はどうしたいんだろうっていう心の声をいつも探してた。まさにそう。なるほど。それで心の声を聞きたくってスクールに参加したっていう感じですか？まあ、心の声を聞きたい。そう、聞いて、もう、これでいいっていう自分に許可を出したいっていうのもありましたかね。自分にどんどん許可をしていきたいっていうのが、やっぱルースさんの動画見てたんで、自分に許可かと思って、今までやっぱりこうなんでしょうね、まあ、親だったり先生だったり、まあ、会社のあれだったりとかで、まあ、基本的にそんなの許されないよねっていう風潮があるじゃないですか。そんな、でもそれがあるっていう世界に生きてた、設定で生きてたんだなっていうのをなんとなく気づき始めて、じゃあ自分でどんどん許可して自分で、まあ、動いていくことで、自分のこうなんだろう、生きやすい形で生きていけるなってこう、もやもや探検に出会ってるさんのそのいろいろ動画見てるうちに、マジ本当これだって思いました。その時他の講座とかも受けてたけど、そのもやもや探検コーチ養成スクールに参加しようと思ったのは、なんでですか？あれですね、まあ、その講座を受ける前に一回もやもや探検に出会ってた。それで、その講座受けて、で、ちょっとゼロになれたけど、じゃあやりたいことが、その時にちょうど宮崎に移住したいですっていう気持ちがあって、じゃあそれ実行に移してね、移しちゃいなよってこう背中押してくれたんですけども、その実行に移すにあたって、やっぱいろんなモヤモヤが出てくる。仕事、まあ、辞めるって決めはしたけれども、さあどうやってみたいな。でそのやっぱまあもういろんなモヤモヤが出てくるので、やっぱモヤモヤ探検戻ろうってそこで思いましたね。自分一人だともうモヤモヤにフォーカスをしてしまって、どう考えたいのかとかどう思いたいのかっていう、その力ずくで言っちゃってもいいんですけど、やっぱそこにこうエネルギーの摩擦で結構負荷がかかるというか、そうじゃなくてもうなんか軽やかにいける自分になりたいっていうふうに思いました。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、京子さんが、実際、もやもや探検コーチ養成スクールに参加して、
もやもや探検コーチングを受けたり、実践する中で、どういうふうはい。に変わってうん。きましたか？はい。結局私、ずっと安心したかったんだうんなってうん。思ってて、で、あと、自分の居場所が欲しいと思ってたんですよね、生きづらかったから。うんうんうんだうんうん。けど、あの、それをもう気がついたらっていうか、もちろんセッションをしていただくことの積み重ねだと思うんですけど、うんうん。本当に、あの、今安心してるんですよ。うん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 。結局心の声を聞けてなかったから、どうしたいかがわからなかったりとか、うんなんでしょうね、もう心の居場所がなかったって言ったらいいのかな。っうんてうんいう状態にいたからだと思うんですね。うんでも今うん。その心の声を聞いてて、自分の方向性も自分で気づけるようになったから、うんうんうん。もう、状況は状況っていうか、そのいる場所はまだ、変うんわってないですけれども、うん。もう、安心してるし、毎日ハッピーになっちゃってて、うん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 。宮崎行く？でも行こうかっていう感じですね。うん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 。うんうん。いいですね、いいですうね。ん。そっですか。ね。じゃあ、そのもやもや探検コーチ養成スクールに参加するはい。前に、うん。得たかった京子さんが、自分軸とか心のうん。声を聞くっていうのは、はい。得られたっていう感じですか？その方法をも知ったんで、もやっと来た時に、そこにフォーカスしないで、じゃあどうしたいんだっけとか、うん、母親がたまにこうね、実家にいるので、ぶつかっうんうん。てる時も、母親はじゃあ何を言いたいんだろうと、母親のモヤモヤの奥の宝なんだろうって、こううん、見れるようになりましたね。そこに振うん、り回さうん、うん。れないで。うん。ああ、いいですね。うん。別れなくなった。そうですね。そう、わからなくなった。別れなくなった。シュルーってね、こうね、抜ける。そっか。じゃあ、京子さんそが、そう。うん。れまで、スクールに参加するまで、はい。セミナージプシーだったっていう話をしてくれてましたけど、はい。今まで受けたセミナーと、うん。今のこのもやもや探検コーチ養成スクールとの違いって何だと思いますか？やっぱり実践ですよね。もう本当に1週間に1回、こうモヤモヤで自分で解消できないことに関しては、うん、ルーさんだったり、担当のコーチの方と一緒にこうモヤモヤ探検できることで、うん、思考をモヤモヤを解消したりとか、そうん、の奥の宝なんだろうってこう見ていく思うん、考のトレーニングうん、うん、日々実践できるし、あと、コーチング受けてない時も、実うん、際、職場でモヤモヤとかした時とか、うん、家でモヤモヤした時に、うん、見れるように、そっちにうん、フォーカスできるようになったから、うん、うん、私、スクールにね、入って、こう、最初は、ちょっと、ルンさん、すごい感じてたと思うんですけど、なんかうん。めっちゃ怒ってる人だったじゃないですか。そう、思ってたんですよね、京子そう、私怒ってたんですよね。さん。で、私はその自分の怒りとか感情にめちゃ振り回されてて、うん、うん、それこそうん、なんで怒ってんのかもわかんないぐらいうん、怒っちゃううん、ことがあったんですけど、うん、うん、もうそこから怒っていたいのかな、ここにエネルギー消費したいかなっていうような、うん、うん、一歩引いてみるっていうこともできうん、るようにうん。なりましたね。ああ、いいですね。感情のうん。コントロールというか、そういう一見マイナスっぽい感情との付き合い方ってだいぶうん。変わりました？変わりましたね。だから怒んなくなったというか。ああ、うんうん。でも、もちろん怒ってる、はいはい、オッケー、怒りたいんだってうんうん思っうんうん。て、で、じゃあ、とりあえず今怒っといてどうしたいっていうのが、なんかうんうん2人いるみたいな。2人とか許ああ、可してくれる、なんつうの、それこそコーチがいるみたいな。うん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 。うんうん。いいね、いいね。うん、な感じですかね。うんうんうん。はい、いいですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、もし京子さんがもやもや探検コーチ養成スクールに参加してないままだったとしたら、うん。今頃どういう状況が想像できますか？うん。多分今までみたいに、一応言ったからには、移住するかって言って、うん。力ずくで宮崎に移住するけれども、うんうん。ああ、こっからどうしようかなっていう状態になると思いますね。うんうんうん。うんうんまたモヤモヤで、巻かれそうになるっていう。うんうんうんなるうん。ほど。ですね、きっと。わかります。はい。じゃあ、今、もやもやしてる人に、ちょっはい。と昔の、京子さんみたいなうん、人が今見てくうんうん。れてるとしたら、まあ、はい。なんか伝えたいメッセージってありますか？京子さんからぜひ自由に。
はい。なんかもやもや探検に出会ったってことが、多分その方の求めている、潜在意識とかが求めてたものが、そこに引っかかってくれたっていうか、キャッチしてくれたってことだと思うので、で、本当に気になるって思ったら、もう気軽に一旦体験セッションを受けてみたりとか、もうルーさんの動画ガンガンもう全部言ってるので、本当にルーさんびっくりするぐらい、これ全部言っちゃってると思うぐらいシェアしているので、もう本当どんどん見て楽になったらいいと思います。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に京子さんはい。のこれからの夢を教えてください。これからの夢、そうですね。やっぱりこう行きたいところに行って、好きな時にですね、行きたいところに行って、やりたいことをやって、で、それで、私自身が思いっきり喜ぶっていうのがまず目的なんですけど、それで、そんな風に生きていいんだねって、こう、周りの人に思っていただくのが一番なんか素敵だなって思います。ルーさんですね。一緒ですね。一緒以上です。ね。はい。目的は本当に一緒だと思います。はい。では、はい、京子さんありがとうございました。ありがとうございました。なぜ心理学を学ばなくても、もやもやに隠れた宝を見つけるだけで会社に縛られずに 100% 人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。